こんにちは、とばろぐです。今回はですね、年末恒例のベストバイ動画というところでガジェット編に引き続き暮らしの道具編もちょっとやっていこうと思います。本当に地味なものからこれは一生ものだろうみたいなものまでいろいろ買っているので、改めて順番で紹介していこうと思います。ちなみに今年買ってよかったものはこんな感じですね。内容はちょっとぼかすんですが、なんか雰囲気だけとりあえず先に出しておきます。それでは早速いってみましょう。はい、早速いくんですが、買ってよかったもの第10位は、こちらですね。これはハリオの金属のコーヒードリッパーです。これはね、かなり買ってよかったですね。基本的に毎朝自分でコーヒー豆を、自分でひいて、そこからドリップで入れるっていうのが日課なんですけども、同じ豆でもやっぱりこういうフィルターによってだいぶ変わってくるので、もう少しコーヒーの油分を感じたい時に使っているっていう感じです。こういう用途だとエスプレッソとかフレンチプレスとかいくつか種類はあるんですが、やっぱり洗う機材が多いというか、結構後処理が大変で毎朝やるっていうのが割と大変なんですよ。なので、ドリッパー式で日本人なのでね、コーヒードリッパーを使って抽出したいっていうのがあるんで、そういう意味でもすごく買ってよかったです。本当に紙のフィルターと比べてコーヒーの粉っぽい感じのものがね、沈殿したりとか油分もしっかり浮き出てくれるところなので、そういう意味でもすごくいいし、これに関しては結構価格も安くて3000円ぐらいだったかな。コーヒーをね、普段からドリップしてる人はもしかしたらこれを買ってみるとちょっと楽しみが増えるかもしれません。若干難点としては、このドリップのね、穴の一番下のところがちょっとね小さめなので、抽出でポタポタと落ちる時間が長いっていうのが若干難点ですね。コーヒー豆を割と粗めにひいて、その中でちょっと抽出を早めるとか、そういうね工夫は必要かなと思います。というわけでこれが第10位です。はい、続いて買ってよかったもの第9位がじゃんとこちらですね。めちゃくちゃ地味かもしれないんですが、無印良品の折りたたみができるコンテナ、これがね良かったです。これは良かった。これはどういうものかっていうと、見た目はねこんな感じの四角い箱なんですけど、これをクイッとやるとこのままねコンテナになるんですよ。結構大きめな。すごくないですかこれは結構良くてですね、こういうタイプのコンテナって結構いろいろなところで売ってはいるんですけど、なんか色が微妙だったり買いに行くのがねちょっと大変というか、ネットとかでしか買えなかったり、なんかねその辺が割と不便で面倒だったんですが、ついに無印良品から無印良品の色のコンテナが出たっていうところで、しかも価格もそれなりに安いから、これはね買ってしまいましたね。これ暮らしの道具っていうか仕事道具的なところでもあるんですけど、今年ねトバログペーパーっていう本を発売しまして、それでいろいろなところにポップアップをしに行ってるんですね。イベントに出たりとかポップアップをする時にちょっと本を車に入れてたくさん持ち込む必要があるんですが、それ用の本のね持ち運ぶ搬入だったり、ちょっとしたなんか小道具みたいなものをね持ち運ぶのにすごくちょうどよくてですね、最初はねなんかみかんとかりんごを収穫する箱を買おうとしてたんですが、あれこれ使わない時めちゃくちゃ家の中で邪魔じゃないと思って、そこからね躊躇してたんですけど、これだったら結構折りたたむことができるので、すごくねそこがいいです。でかつ耐荷重も1個あたり20キロぐらい確かあったので、本とかちょっと重めのものでも意外とね耐えてくれるんですよね。一番下がこういう風の格子状になっているから、なんかこう雰囲気だけのインテリアっぽいやつっていうわけではなくて、しっかりと実用性があるところも嬉しいです。かつねこれ地味に嬉しい点だと、ここがパカって開くんですよね。スタッキングしてる時に一番下の段のやつを取り出すためにね何回もこう下ろしたり乗せたりとかすごい大変なんですけど、ここが開くことで下から2段目の段の中にあるちょっとしたの取りたいとかがすごくしやすいです。普通にこれ僕は持ち運んで使ってるんですけど、無印良品の頑丈ボックスとかよりもね実は収納向きなんじゃないかなと思っています。今自宅には3つあるんですけど、あと3つぐらい欲しいなっていうところでこれは第9位です。はい、続いて買ってよかったもので言うと、これかな。
これはモンベルのすごくねあったかいブーツですね。これはコチルナブーツっていうやつで、これ厳密に言うと去年の12月に買ったものなんですけど、多分紹介とかもしてないし、12月のものってベストバイに入ってこないので、今回のタイミングで紹介しようと思います。主に雪の上とかを歩く時に使うブーツなんですけど、僕結構ね去年とかも函館旅行に行ったり、あと奥さんの実家が青森ですごく雪深いところだったり、僕自身もね福島県に実家があるので結構雪のある環境に冬は行くことが多いんですが、そういうね旅行に行く時用に買ったやつなんですが、何がいいのかっていうと、まずモンベルっていうところ、モンベルに絶大な信頼を置いてるんですが、価格がね2万円以下で購入できるのに、しっかりと撥水性も高くて、なんかね湿度透湿性もちゃんとあるから、雪の中とか歩くと結構足が蒸れやすいんですけど、蒸れもね比較的軽減してくれる。だけど雪とかもほとんどくっつかないし、ちゃんと撥水もしてくれるっていう、そこの安心感がありますね。でかつこれ結構軽いんですよね。見た目割と重そうに見えるんですが、さすがちょっと旅行用アウトドアデバイスっていうところですごく軽くできていて、このまま、サイズは大きめなんですけど、こうやって、スーツケースに入れていても重さがそこまで気にならない。ソール部分もしっかりグリップ感があるから、そういう意味でね雪国に行くのであればいいかなと思って買ったところ、すごく大正解でした。ちなみにこのモンベルのこれに関してはエクセロフトっていうなんかね保温性が高い中綿みたいなのが確かね使われてるんですよね。こんな感じで、ここがすごくふわふわであったかいものなんですけど、そういうところもあってマイナス5度とかマイナス10度ぐらいの寒い環境でも結構ね快適に街歩きができるというところで、これはね本当に買ってよかったです。はい、続いて第7位なんですけども、第7位はじゃんとこちら箱に入っているものなんですが、ちょっと動画ではね映ってるか微妙なところなんですけども、薄張りっていう聖徳グラスが作っているタンブラーですね。薄張りのタンブラー S っていう、もともと墨田区でこの電球のガラスを作っていたメーカーがその技術を応用して、より薄い口当たりのこのグラス作れるんじゃないかっていうところで生み出されたのがこの薄張りのタンブラーですね。この薄張り自体はもう10年以上愛用しているグラスなんですけど、ちょっと新しく買い替えたタイミングだったので、この動画でもベストバイとして紹介させてもらっています。もともとはね新卒時代にお客さん用の贈答品としてね、どっかに転職されるとか、そういうイベントがある時に、浅草の宗吉っていうグラス屋さんで購入していて、その時は僕は上司から言われて買いに行っただけだったんですけど、そんなにいいものなら自分で使ってみようと思って使ってみたらね、これで飲むビールがすごく美味しいんですよね。そういう理由があってずっと愛用しているんですが、もちろんビールだけじゃなくてノンアルコールとか、あとジンソーダとか、あとコーラとかをねこれで飲んでもものすごく美味しいので、あらゆる飲み物でこのグラスで飲んだらどんな楽しみ方になるんだろうっていうのがね結構楽しくて、そういう意味もあっていつも愛用しています。ちなみにこれは撮影用で、この間出したねトバログペーパーの中でも実は紹介をしていて、そのためにいつも使っているのじゃなくて新しいのを写真に収めようっていうところで、この新しいものを買っているので、これをね今回は紹介してみました。トバログペーパーもね本当にいろいろな道具を紹介しているから、ぜひこの本もチェックしてもらえると嬉しいです。はい、続いて第6位なんですが、第6位はこちらですね。定番中の定番だと思うんですが、アルテックのスツール60という、丸椅子ですね。世界中でもう愛されていて、世界一模倣品が多いと言われるこの椅子なんですが、それのオリジナルのものを購入しています。もともと確かこれ90年ぐらい前なんですよね、作られたの。このカバの木にスリットを入れてスチームでねこう曲げるっていう技術をアルテックが開発をして、その技術を応用したのがこの丸椅子ですね。これはいつかこの我が家にも迎えたいなと思っていたんですが、ちょうど今年の2月のタイミングで結構値上げするっていうところで、その値上げ前にですね
実は4脚同時に購入していたっていう感じです。もともとは来客用で、例えばおじいちゃんおばあちゃんが来た時とか、あと結構取材で人が来ることも多いんですが、取材とかお客さんが来た時に椅子がなかったんですよ、うち。なので椅子をちゃんとしっかり用意しようと思ってこれを購入したわけです。価格としては当時 3,4 万円で、4脚同時に買うのってすごくね勇気がいることだったんですけど、こういうのってそうそう買い替えないし、じゃあどうせ買うなら長く使えるオリジナルのものを自分たちで使ってヴィンテージにしていこうっていうね思想があるので、4脚同時に奮発して購入をしてしまったわけです。ガジェット YouTube とかやってると毎年 iPhone をね買い替えるんですけど、今年はね iPhone を買い替えなかったので実質20万円ぐらいが浮いたっていうことなんですよ。なのでこの椅子は実質無料みたいな、そんなことないんですけど、そういう感じで購入しています。ちなみにこの椅子単なる来客用だったらランクインしないかなと思うんですが、個人的にねいいなと思うポイントとしては、カフェテーブルとしてもすごくちょうどいいというところが嬉しいポイントですね。来客用だと普段使わないので端っこの方にねこうやってスタッキングしておくんですが、この色だけはこの空間にすごく合ってくれるので、マグカップに入れたコーヒーを置いたり、あとはいくつか本を持ってきてここでねちょっとした読書時間を楽しむみたいな、そういうコーヒーテーブルとしてもすごくねこれがちょうどいいんですよね。色も意外とマッチしているし、最初ねそういう使い方は想定してなかったんですが、こう置いておくとすごくね空間にも馴染むので、これは嬉しいところです。というわけでこのスツール60が第6位です。はい、続いて購入してよかったもの第5位がじゃんとこちらですね。めちゃくちゃ地味な子育てグッズなんですが、ベビーカーにくっつける上の子がここに乗るための台、これはすごく良かったです。いやこれ危ないかなとか思ったり、うちのベビーカーにくっつくのかなとかいろいろ思ってたんですが、ちょっとね試しに購入してみたところすごく喜んで乗ってくれるので、これは本当に良かったです。結構子供が2人いると歩いて出かけるっていうのが地味に難しくて、特に今上の子が4歳で下の子が0歳なんですが、まだちょっとベビーカーに乗りたい時期でもあるんですよね。これがあると結構楽しく乗ってくれるから、その往復30分の道のりでも歩いて行けるようになりました。それがすごくいい。あと上の子がもしベビーカーに乗っちゃうと、ちょっと買い物してる時に見たいところがあった場合ね、降りるってなって、結構その乗せたり下ろしたりがすごい大変なんですけど、ここに乗ってくれてる分にはすぐね自分でタッと降りて見に行って、ですぐに帰ってくるとか、その辺のストレスもすごく減っている気がしますね。難点としては乗ってる時にカタカタ音するんですよね。ベアリングとかタイヤのプラスチックの形状の問題なのか、走るたびに一箇所でカタカタみたいな音がするので、もしかしたら不良品だったのかもしれないんですけど、結構その音は若干気になるところではあります。ちなみにアスファルトでもガラガラ音はするんですが、スーツケースみたいにすごい大きい音ではないので、すごいデコボコじゃない限りは音もそんなに気にならないですかね。これは僕たち家族の行動範囲も広げてくれたっていう意味も込めて買ってよかったです。はい、続いて第4位なんですけど、第4位は、これかな。今年めっちゃハマったので言うと、ウッドベリーコーヒーっていうコーヒー屋さんが出している豆、これがね自分の本当に好きな方向性のものが多くてですね、これがね第4位でしたね。そんなに僕コーヒーに詳しいわけではなくて、本当にね自分で抽出しながら好きな方向性はなんとなくあるかなぐらいの感じなんですが、ウッドベリーのコーヒーの焙煎の方法なのか分かんないんですけど、すごく好きなんですよね。香りの立ち方が全然違うというか、味のね複雑さというか、立体感みたいなのがやっぱりいろいろコーヒー豆飲み比べた中でも、僕はこの価格のバランスと味のバランスがすごくいいなと思って、いつもウッドベリーで購入をしています。
ウッドベリーコーヒー味が美味しいのもそうなんですが、毎月こんな感じで自分たちでジンを発行してるんですね。これ店頭で無料でもらえるフリーペーパーみたいなジンなんですけど、ここにね今月の豆の思いだとか、あと実際にウッドベリーコーヒーの人がね買い付けに行って現地で味とかを確かめながら買っているっていう話もねちゃんと載っていたり、すごくねそのコーヒーに対する姿勢というか、こういうジンって作るのすごい大変なんですよ。すごい大変なんですけど、これを毎月ちゃんと発行しているっていうところがねすごくいいなと思っていて、スタッフ紹介とかもこうやってあったり。ちなみにウッドベリーコーヒーの中で一番いいなと思うもので言うと、今はね多分季節の豆なんで存在していないんですが、エチオピアのゲシャ村っていうゲイシャっていうね品種のコーヒーがあるんですが、そこが発見された村があるんですよ。ゲイシャでいうとやっぱパナマとかがすごく有名なのかなとは思うんですけど、そのゲシャ村の豆もね本当に香り高くて、今年の9月ぐらいに出てたんですけど、価格もいわゆるゲイシャみたいなブランドと比較するとかなりリーズナブルではあるのにすごく美味しかったので、個人的にはその豆がね何回もリピートして購入したやつですね。今で言うとこのコロンビアラ・カパーニャっていう豆がすごく香り高くて、これが結構気に入ってます。購入してすぐに飲むとなんか独特な風味とか苦味があって、ちょっと苦手な豆かなと思ったんですが、1ヶ月ぐらいで購入してから置いて飲むとすごく味がまろやかだけど香りが強いっていうところで、そういうところも含めウッドベリーコーヒーのコーヒー豆は購入してよかったもの第4位という感じです。はい、ここからはトップ3の発表なんですけど、今年やっぱり思い出に残ってる買い物としてはこの椅子ですね。ラウンジチェア、ほんと一生ものだと思ってこれも購入しているものなんですが、石巻工房の105度ラウンジチェアっていうこの椅子がランクインしました。これはですね動画でも紹介したいなと思って実は動画撮っていたんですけど、なかなか僕のこの力だとちょっと紹介するのが難しくて今まだ公開できてないんですけど、これは本当に買ってよかったですね。なんだろうな、椅子自体もそうなんですけど、この空間が出来上がったことでの生活の変化みたいなのもすごく大きくて、そういう意味でもすごい買ってよかったやつです。この105度ラウンジチェアはどういうものかっていうと、石巻工房っていう宮城県の石巻で立ち上がった、家具ブランドが出しているラウンジチェアですね。もともとは東日本大震災が起きた時に、避難所で、この避難者たちがね使うための家具がないから、そこで DIY をしていこうっていうので立ち上がったブランドなんですけど、僕もそんな詳しくないんですけど、建築家の芦沢啓二さんっていう人がいて、その人が中心となってこのプロジェクトが立ち上がっているみたいです。僕の実家が福島県にあるっていうところで親近感が湧くのもそうなんですけど、どっちかっていうとそもそもこういうラウンジチェア欲しいなと思ってた時にいろいろネットで検索してたんですよ。いい感じのラウンジチェアっぽいのないかなみたいな。やっぱカフェみたいにこういうカフェスペースみたいなのが家にあると憧れるじゃないですか。でここでねコーヒー飲みながら本読むとかがすごいやりたかったんで、どうせならいいかっこいいものを買おうと思っていろいろ調べてて、そこで見つけたのがこの105度ラウンジチェアだったんですね。これすげえかっこいいと思って一目惚れをしてですね、そこから調べていくと、なんと日本の家具ブランドで、しかも石巻っていうところでちょっとね、これはもう買うしかないと思って、そこからちょっと 2,3 ヶ月お金を貯めてやっと購入したわけですね。金額としては1脚20万以上するものなので、すごくね、頑張る買い物ではあったんですが、この形状は唯一無二だし、ショールームに足を運んだらすごくいいっていうところで購入をしているわけです。2脚っていうところがちょっとしたポイントでして、この家ちょっと狭いんですよね、こういうのを置くには。なのでソファーは置けないし、ラウンジチェア1つだとちょっとねリビング感はないというか書斎っぽさが出ちゃうので、2脚買ってこれをそれぞれ並べたりしてね、ソファーとしても使えるようにっていうことで、もし引っ越してちょっと広めのスペースができたらソファーを買ってこれをね横に置くとか、また別の書斎っぽい空間にするとか、そういうね使い方が今後できそうだなと思ってこれはね購入しています。今地面にはラグを引いていて、地面では結構子どもたちもね
リビングでも遊べるようにしていたり、子どもたちが寝た後にねちゃんと本を読んだり、お酒を軽く飲んだりみたいな、そういう時間が増えることがあってですね、今までダイニングチェアだとあんまり本を読むっていう感じにならなくて、パソコンいじっちゃったりしてたけど、こういう専用のね空間ができることでなんか本を読む習慣が生まれるというか、そういう生活のスタイルが変わったっていうところでもやっぱりベストバイ第3位って感じですね。これ自体ね物もいいし、やっぱり見た目が好きな家具が家にドンと置いてあるとすごくテンションが上がります。はい、続いてベストバイ第2位はこちらの自転車です。自転車を実は購入していましたね。いやー、これは台湾のベスビーっていうメーカーが出している PSA1 っていう電動アシスト自転車ですね。これ結構ね都内だとよく見かける形状だと思うんですけど、見た目が結構コンパクトなミニベロタイプな割にかなりねパワフルに、都心の坂道もぐいぐい登ってくれるっていうところが、いい自転車な気がします。あれバンムーフどうしたっていう話なんですが、ついに3回目の故障をしまして、故障したタイミングでもうバンムーフの原宿店もなくなってしまったので、修理もできない、どうしようもない鉄の塊になってしまったっていうところで、これはでも自転車ないと困るから何がいいかな、でもいい感じの見た目の自転車ないんだよなっていうところで悩みに悩んでですね、結構いろいろ選択肢あったんですが、その中でも見た目がまずかっこいいっていうところでこの自転車選びました。このベスビーっていう自転車は結構ね白とか赤とか黄色とか、黒とかそういう色が結構ねいろいろあるイメージで、僕はないかなと思ってたんですけど、たまたまね店頭でこのソリッドグレーみたいなカラーを見かけて、一応限定色らしいんですが、あれこれちょっとグリップとかハンドルとかを白とかに変えたらなんか北欧っぽい、北欧の e バイクみたいな雰囲気になるんじゃねと思って、そこでねちょっと購入を決めたっていうわけです。ベスビーのこの PSA1 いいところはこのサイズ見た目なんだけど、結構ね軽々と斜面も走ってくれるんですよ。割とねギアも7段階あって、でパワーも3段階から選べるんですけど、結構ね、パワーも3にするとギア7にした状態でスイスイねこう坂道も走れるっていうところで、結構、都心急な坂が多いんですが、そこもぐいぐい行けるところが、結構いいポイントですね。であと地味にこれちょっとスポーティーな感じなので、ここにサスペンションがついてるんですよ。前と後ろに一応サスペンションがあるので、坂とか段差とかちょっとそういう場所が多い都心でもね結構スイスイと走れるっていうところが一個魅力かなと思います。若干気になるところとしては7段ギアがあるんですけど、ギア7にするとなんかシャコシャコみたいな音が結構鳴るんですよね。でそこの吸ってるような感覚が個人的には気になって、あれこれって大丈夫なのかなと思って一応店頭とかにも確認したんですけど、それが仕様っていうところで、こうやって見ると分かんないんですけど、実際に走るとなんかギリギリなんかが削れてるような感覚があるのはちょっと気になるポイントかなっていうところですね。あと若干ね不便なポイントとしては、これ自転車の鍵が備わっていないんですけど、こっち側のバッテリーパックには電源のオンオフをするための鍵があるんですよね。これ結構ね忘れることが多くて、こうやってグイッと回すとバッテリーが外れる、でこっちにやると電源オンになるんですけど、ほぼねこの鍵自体あんまり意味ないというか、どっちかっていうとタイヤを動かさない方の施錠をしてほしいなっていうのが正直あります。バッテリーもやっぱ鍵をつけるほど大事ではあるんですけど、この鍵自体をね忘れると、自転車を走るのに電動アシストが効かないみたいな状態があるので、そこはね微妙に改善してほしいところですね。なんか鍵も同じキーを使わせてほしい。でこうやってガシッとこっちにやるとこんな感じで取り外しができるっていうバッテリーになってます。バッテリーの持ちはそれなりかな、そんなにいいわけではない。あとやっぱ見た目ですよね。さっきも話したんですけど、このソリッドグレーな感じと、あとまだ交換できてないんですがタイヤとか、ペダルとかその辺をちょっとずつね別のパーツに差し替えていくとすごくかっこいい雰囲気になるんじゃないかっていうところで、この色ならではのねちょっと第2位っていう感じです。あとやっぱ価格もね21万円ぐらいで購入できたので、その辺も高いは高いけど、こういうなんかね24キロ出る自転車の中では比較的安く買えるタイプのものなんじゃないかなと思ってます。はい、続いて2025年買ってよかった暮らしの道具第1位なんですけども、第1位はやっぱこれかな
じゃんと、はい、こちらですね。 TCL の NEXT フレームっていう壁掛けテレビ、いろいろ迷ったんですけど、なんだかんだこれがすごく買ってよかったです。これはどういうものかっていうと、いわゆるこう壁掛けをするためのテレビで、テレビっていう用途だけじゃなくて、こういう風にね絵を表示してみたりとか、こんな感じでザ・テレビみたいな雰囲気をリビングから消し去って、いわゆる壁掛けのねこういう絵画とかアートを表示しているような感覚になるっていうテレビなんですね。これに関してはね、この前こんな感じで動画をアップしていて、なんだかんだいいところもあれば悪いところもあるよねっていう感じで動画の中では紹介してたんですが、なんだかんだ生活していく上でテレビがこの壁にね固定していることで、この目の前まで自由に使えるっていう、なんかねそのスペースのゆとりとかこの雰囲気が本当に買ってよかったなと思っています。ちなみに今絵画を出しているんですが、本当に Netflix とか Amazon プライムとかこんな風にね YouTube も大画面で見ることができるんですけど、こういう雰囲気なんだけど普通のテレビとして使えるっていうところもやっぱいいんですよね。何よりなんかこの木製っぽいフレームを今つけてるんですが、これはね取り外しがこんな感じでできて、これをね取り外すとこういう白枠のねテレビにできたりと、意外とこう空間というか壁に馴染んでくれるところがやっぱり買ってよかったなと思います。これまでは結構デカめの有機 EL テレビ使ってたんですけど、やっぱね画質としては有機 EL が圧倒的にいいんですよ。コントラストの感じもいいし、あとサウンドバーも使っていて、音も良かったしっていうところなんですが、結構この辺までせり出しちゃってリビングの空間がすごく狭くなっちゃったんですね。そこがこの壁掛けピタッとねしてくれることで、領域が広がったので使える空間がすごく広がったっていうのもすごく良かったポイントかなと思います。中身は普通に Google TV なので、いつもね使っているこういうホーム画面がそのまま使うことができたり、実はほぼアートを表示させるってことが日常生活で全くないんですけども、本当にこれアートも表示できるんですよ。このテレビっていう動画を撮る時にね使って以来ほぼ使ってなくて、理由としてはやっぱり液晶ディスプレイなので、こう光のね圧みたいな、電波じゃないんだけど家電特有の熱を感じるところもあって、それでねテレビをねずっとつけっぱなしにしてる感覚になるので、日常的につけてるってことはなくて、普段はこうやって消しちゃっているんですが、それをね含めてもどっちかっていうとこのテレビが壁に埋め込まれてる感じが良くて、ベストバイっていうところですかね。これ本当に絵画っぽく見えるのみたいな話はこっちのね動画で説明しているんですが、しばらく使った感想はその部屋が広く使えたっていうところと、あとレスポンスがめちゃくちゃ早いっていうところがやっぱりね良かったポイントかなと思います。ちなみにこの家は賃貸なんですが、こういうね石膏ボード用のピンで壁掛けしていることで壁掛けを実現してるっていう感じですね。本来ネジ止めするところをピンで賄っているので、耐荷重的には問題ないんですけど、一応自己責任っていう感じでこう使っています。今のところ地震とかが起きても問題ない感じですかね、これっていう感じで、これが買ってよかったもの第1位でした。というわけで今回はベストバイ2025暮らしの道具編をお届けしてみました。結構自分のね買ったものの中からベストバイだったものを選んでいくスタイルなので、割と一般的なランキングからちょっとそれているかなと思うんですけど、これもねちょっとトワログのリアルなものとして見てもらえると嬉しいです。というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。今回は暮らしの道具編だったんですけど、ちょっと前にもねガジェット編もアップしているし、年始にもねトワログ視聴者が買ったものみたいなランキングもちょっと取っていこうかなと思うので、そちらもぜひチェックしてもらえると嬉しいです。そんな感じかな。ちなみにこの動画がトワログとして2025年にアップする動画最後の動画と思います。皆さん1年間ご視聴いただきありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トワログでした。